こんにちは、松田です。だいぶ前の話になるんですけど、紅茶専門店テシエさんに行った時の映像があったので載せようと思います。この日はですね、コミティアの日でアフターでテシエさんに向かったんですけど、オリジナルの世界で一つだけの紅茶が作れるよっていうところでこう調合して紅茶を作ってもらってるところですね。いろんなハーブティーとか紅茶の茶葉とかもそうですし、何十種類もあって楽しかったです。で、私が作ってもらったのがこの赤色の紅茶です。茶葉は持ち帰ることもできますし、その場で紅茶飲むこともできると思います。で、ちょっとアフターの話ばっかりで自慢かよって感じかもしれないんですけど、この日はもう一つお店に行きまして、それがですね、銀座のアフタヌーンティーに行きました。お友達と。いや、漫画の話とかいろいろできてめちゃくちゃ楽しかったし、このアフタヌーンティー3段セットめっちゃ美味しかったです。というわけで大変遅くなりましたけども、コミティアに遊びに来てくださった方、本当にありがとうございました。なんか色紙書かせてもらったり、お手紙もらったりとか、なんか貴重な経験たくさんさせてもらってめちゃくちゃ楽しかったです。また出たいなと思ってます。よろしくお願いします。今回ちょっと前置きが長くてすみません。最近おしましした話をちょっとだけします。この左側の縫いを増やしました。佐伯一徹くんめちゃくちゃ可愛いので、アクスタも買いました。めっちゃハマってます。ローレンも引き続き大好きです。話は変わりまして、白泉社から毎年恒例っていうんですかね、お中元が届きました。ありがとうございます。中に社長のエッセイみたいな、なんかご挨拶みたいなカードが入ってて、その文章がいつも面白いなと思ってます。中身はこんな感じで、山田養蜂場の凍らせる蜂蜜スイーツが入ってました。これ凍らせて食べる、何なんですかね、ゼリーみたいな感じなんですけど、めっちゃ美味しかったです。いつもありがとうございます。で、やっと今回の本題なんですけど、もうまた 2,3 ヶ月ぐらい放置してた趣味で書いてる創作 BL の続きを書こうと思います。ネーム兼下書きを今してるところですね。今月の7月の仕事が終わったので、ちょっと時間ができたので、今月はやっと書けると思って書き始めているところです。そういえば前回かなの Vlog でちょっとお話ししてたかもしれないんですけど、私連載準備中の別の他社の出版社で取り組んでるネームというか、その漫画がありまして、それについてちょっと進展があったのでお話ししようと思うんですけど、一回1話のネームが編集さんの方でこれで OK ですって言って完成したので、連載会議に出していただきました。で、見事落ちましたいや、もうなんかいろいろ理由はあったんですけど、もうちょっとなんかこういう風にした方がいいんじゃないみたいな編集部からのいろんなフィードバックをいただいて、全没というわけではなくて、同じテーマでもうちょっと練り直してくださいねみたいな感じの戻しが返ってきたので、今はそれのネームの練り直しをまたしているところです。いやー、なんか私この今やってる連載作のネームが割とスッと通った方なので、いや、連載始めるのってこんなに難しいんだって、なんか初めてなんかこういう高い壁にぶち当たってる感じです。はい、というわけでですね、なんか癒されるためにもこう趣味の漫画を描くっていうことは私の中でこうセラピーになってるかなっていう感じなんですけど、はい、今3ページぐらい下書きが終わりました。
でこのタイミングでですね、さっき言ってたネームボツった出版社からの編集さんのメールが来まして、一旦また新しいネーム作ったんですけど、それの直しというか修正依頼が来てた。めっちゃ長文で来てたなので、ネームの直しをここでやろうと思います。ちょっと毎回ね絵を入れるのがめっちゃしんどかったので、今編集さんと小回りとセリフだけの状態でネームのやり取りを一旦してて、で OK が出たら絵を入れていこうかなっていう方針で、実験的にやってみてます。そんなこんなで創作 BL やったりネームの修正したりとかしてたらいつの間にか9時になってました。今日は余力があるのでもうちょっとだけ創作 BL の方をやろうと思います。これ今回のお気に入りのコマなんですけど、なんかいいこと言ってる風なんですけどポーズがちょっと意味不明っていうなんかね、好きにかけて楽しいです。そんな感じで勢いでザザッと今回の更新分の7ページの下書きが終わりました。下書きとネーム剣なのでなんか話考えながら下書きしながらって感じです。時刻はもう11時です。でも今日はまだやれる気がするのでもうちょっとやります。はい、ということでぴったり1時間経ったんですけど、ペン入れしたいコマだけザザッとペン入れをして今日は終わりにしようと思います。このお気に入りのコマもねペン入れしました。細かいコマはまた明日以降やろうと思います。お疲れ様でした。翌日です。私最近肩とか背中とかがもうついに椅子に座ってられないぐらい辛くなっちゃって針に通うようになりました。でも針めっちゃ効くので適性があってよかったなって感じなんですけど、まあそれなりに痛いです。まあでも楽になるから背に腹は変えられん。家に帰ってきたら今月分の原稿をアシさんが背景全部書いてくれてたのでそれのチェックをしているところです。今月も頑張って書けたと思います。そういえば以前の Vlog でお気に入りヤングアニマルウェブのお気に入り数が100超えたラッキーとか言ってたんですけど、いつの間にかもう少しで300お気に入りいきそうです。ありがとうございます。読んでくださる皆さんのおかげで書けてます。これからもよろしくお願いします。でこれはですね、その陰キャは陰キャで忙しい連載作の、3巻が8月に出るのでそれの表紙のデザインチェックをしてるところです。色味とかね、いろんな感じのチェック、最終チェックですね、してます。3巻の巻末におまけ漫画書いたんですけど、そこで私編集さん登場させたんですけど、これめっちゃ似てるんですけど誰にも伝わらないのめっちゃ悲しくてここに載せときます。あと雑誌の8月号の表紙を書かせてもらったのでそれもチェックしてます。まだこれはデザイン上がってきてないんですけど、こんな感じのを書きましたよっていうのをなんとなくぼやっと受け取ってもらったらなと思います。頑張って書きました。さてでまた創作 BL の方に戻るんですけど、昨日書かなかった細かいコマとかをちょっとずつ書き進めているところですね。だいぶコマが埋まってきました。でもここら辺のコマとか絶対書きたくない、細かすぎる、やだって思ってるところです。こういう趣味の漫画のペン入れしてる時とかはよく友達と作業通話しながら書いてることが多いんですけど、この時はですねもう結構付き合いが長い同人限界女の友達と喋りながら作業してました。なんかねずっとその子がもう同人だけで私はやっていくんだみたいな感じのことを言ってたんですけど、最近なんか漫画家という職業に興味を持ち始めてくれたらしくて、私も漫画家に目指してみよっかなみたいなことを言ってて、なんか私は勝手にとっても嬉しくなっております。
まあなってみようかなってなれる職業ではないことは重々承知なんですけどでもなんかこれすごい私の持論なんですけど、漫画家になってる人って漫画家を諦めなかった人だと思うんですよね。途中で自分の限界を知っても漫画は無理だって思わずに、もう私はできるって思って最後まで諦めきれなかった人が最終的に漫画家になってるような気がするんだよな。まあそんな感じで友人には頑張ってほしいんですけれども、気がつけば8時になっておりまして、ペン入れは全部終わったと思います。そうですね、細かいところも全部ペン入れができてるんじゃないかなと思います。今回の更新文、創作 BL の更新文はこの7ページです。で、話があっちこっち行って申し訳ないんですけど、こっちは今度は連載準備の方の他社のネームの方ですね。編集さんの方で OK が出たので、とりあえず絵入れを軽くだけして、で編集長に見てもらいましょうっていう段階に来たところです。どうにか OK が出てほしい。また連載会議に出してほしいです。はい。で翌日なんですけど、仕上げとベタが完成しました。なのでこれをこのまま、ピクシブと X に投稿しようと思います。もう書き出してあって X にも投稿する形式に、なってますね。このまま投稿して今回の創作 BL の更新は終了です。ということで今回は私の趣味の漫画創作 BL を中心にお送りさせていただきました。最後はですね、これ国民保険の払い込み用紙なんですけど、大量に来て、めっちゃ払わなあかんやんけ、漫画買ってなんやろって思ってるところでお別れしようと思います。皆さんも、税金しっかり払って強く生きていきましょう。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。